皆さんこんにちは、なおです。今月の買ってみた、早速やっていきたいと思います。まずはガンプラから。マスターグレードガンダム NT1 バージョン 2.0 通称アレックスです。これ先月購入したものなんですが、先月の撮影に間に合わなかったので今回撮影しました。初代 MG アレックスが発売された時はそれをベースにしてジムカスタムやジムクエルが出たんですよね。今回はどうなるか分かりませんが、今後の展開もちょっと楽しみです。というかそっちの方が楽しみなので、ぜひジムカスタムバージョン 2.0 待ってます。続きまして HGUC メッサーラ。このキットはすでにすぐみレビュー動画を上げてるんですが、これも今月購入しました。このキットすごく出来が良くて変形させて遊んでたんですが、片足が折れてしまってがっかりしてたんですよ。そこにさらにダメ押し、もう片方も取れました。いや、さすがにこれはちょっと引いちゃうレベルだね。ちょっと残念。はい、気を取り直してリバイブ100式2体目です。今回制作する100式なんですが、結構いじる予定なので比較用にもう1体購入しました。続きまして HGUC ドーベンウルフ。旧キットのダブルゼータ系のガンプラで唯一作ったことがあるのがこのドーベンウルフ。メガランチャーを胴体に接続して発射するポーズがすごく印象的なんですよね。シルバーバレットはこのドーベンウルフがベースになってるんですが、さらにそのベースになったガンダム Mark V もぜひキット化してほしいです。このキットもすぐみレビューをする予定です。今月は本も購入しました。というか予約したのはかなり前なんですが、ようやく発売された感じです。この本なんですが、滝川版ニューガンダムのイラストが掲載されています。ニューガンダム以外にもジェガンとリガジーのイラストもありました。このイラストを参考に筋彫りを入れてみるのもいいかもしれませんね。続いて素材系です。2mm 厚と 2.5mm 厚のプラ板、あと 4mm のプラ棒。100式の腕と足を延長するので少し分厚いプラ板を購入しました。 4mm の丸プラ棒は結構使うのでこれも補充しておきました。アーマーカラー2はシナンジュの動力パイプ用に追加で購入しました。筋彫り動画やるやる詐欺って言われないうちにさっさとやりたいんですが、形から入る方なんでね、道具はしっかりと揃えます。自由自在というカラーワイヤーを今回初めて購入してみました。100式の動力パイプをこれに置き換える予定です。素材は塩化ビニールで中にアルミの芯が入っているので結構自由に曲げたりすることができます。この商品太さが何種類か発売されているのでキットのスケールに合ったものが選べるのがいいと思います。あと気になるのが塗装できるかってことなんですが、試しにサフを吹いてみたんですがいけそうですね。あと頑固自在という同じような商品があるんですが、自由自在のラインナップにはない太さのものがあったのでこちらも購入しました。続いて塗料関連いってみたいと思います。スミレ塗料の新色ピンクブラウンです。その他100式用に何種類か色を購入しておきました。普段はガイアノーツの艶消しを使ってるんですが、今回しっかりめに艶を消したいのでクレオスのものを購入してみました。調色した塗料を入れる瓶はタミヤの 40mm 入るものをいつも使用しています。今月も100円ショップへ行ってきました。模型用ではないですがマグネット付きの皿があったので購入しました。これがあるとネジをなくさなくて済むのですごくいいと思います。先月新発売の商品も購入しました。
エアブラシ用のクイックジョイントです。複数ハンドピースを持っている場合、こういった商品があるとすごく便利だと思います。商品内容は説明書が1つ、あとホース側に取り付ける部品が1つ、あとハンドピースに取り付ける部品が2つ入っています。取り付けはすごく簡単で、コンプレッサーから来てるホースを外して、ホースとハンドピースの中間にこのパーツを取り付けます。ジョイントの着脱なんですが、取り付けるときはそのまま差し込むだけ。取り外すときは中央の部分をスライドさせながら引っ張ると外れます。ホース側にオプションパーツを取り付けておけば、2つのハンドピースで共有することができるのがすごくいいですね。いろいろ取り付けて柄の部分がかなり長くなってますが、特に使いにくいという感じはありません。これがあると手軽にハンドピースを交換できるので、新しいのが欲しくなりますね。はい、続いて小型の目立てヤスリを購入しました。価格は972円でした。高級なものも販売されてますが、これが一般的な価格だと思います。あと木製のグリップも一緒に購入しておきました。グリップ自体は汎用品なので、このヤスリにぴったりと装着することができました。グリップを握って作業するってことはないと思うので、いるのかっていう話なんですが、手のひらに収めて使ったりする場合はあった方が手が痛くならないと思います。試しにプラ板に毛書き針で線を引いて、それをトレースしてみました。毛書き針の線は結構細いんですが、フリーハンドでも綺麗に線を引くことができました。筋彫り用に購入したんですが、入り組んだ部分のパーティングラインや合わせ目消しなんかにも使えそうです。これは1本あると便利かもしれませんね。続いてオルファのデザインナイフ。黄色いタイプはグリップがプラスチック製なんですが、これはアルミ製になります。価格はプラスチックタイプのものの約倍になります。持った感じはかなりずっしりとしますね。刃をホールドするところは金属製になっているので、しっかりと保持することができます。プラスチックのタイプはここが結構貧弱なので、力を入れると刃がずれたりすることがあるんですよね。プラスチックタイプは先端が重たかったんですが、これはそういうこともなくバランスがすごくいいです。軽いグリップが好みの方にはちょっとおすすめできませんが、重いのが好きだよという方には最高だと思います。あとキャップがついてるのもすごくいいと思います。はい、次で最後になります。ウェーブのアルミ製の三角定規。プラスチック製の三角定規を使ってプラ板をカットしたりすると、定規の方が持ってかれちゃったりすることがあるんでね、こういった金属製のものがあると便利だと思います。サイズはもうちょっと大きい方が良かったかなとは思うんですが、十分使えると思います。プラ板を45度でカットするっていうのは私はあまりないんですが、今回筋彫り用のガイドを45度で切りたいので購入しました。道具の準備も結構整ってきたので、筋彫り動画の撮影そろそろ始めたいと思います。はい、というわけで今回はここまでになりますが、いかがでしたでしょうか。この動画に関する意見や質問などがあれば気軽にコメントいただけると嬉しいです。現在100式の回収作業を行っているので、準備ができ次第動画をアップしたいと思います。この動画最悪だわという方はバッドボタンを、いやなかなか良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。
ここまで動画を見ていただきどうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。